私が医師としての人生をどうやって過ごすか、そういうものを決めさせた光景があります。それは私が東大病院で勤務医をしていた時に、自分の患者さんを自宅に訪問する、そのような機会がありました。患者さんはこんなような家の中に住んでたんです。私はびっくりしました。今まで外来、そして入院の患者さんしか見たことなかった私にとっては、自分の患者さんがこんな中に住んでるんだと、も衝撃的なことでした。大体一日中このように布団の上に寝て、そして近くにある、パンやジュースを飲んで、そして誰とも話さない。周りはゴミの山です。これが高齢社会の現実なんだ。でそこでいろいろ調べてみたんです。そしたら私の患者さんだけが特別じゃないってことが分かりました。今から例えば10年経ったら、世帯の4割は高齢者がいる世帯になります。そしてそのうちの7割は高齢者が一人で住んでたり、もしくは夫婦だけで過ごしている、そんなような社会になるんだ、このように分かってきたわけです。でこんな高齢者が非常に孤独な状態で生きている、これを何とかしたい、これを人生のテーマに決めたわけです。じゃあ医者として何ができるんだろうと思っていろいろ考えた結果が在宅医療という道でした。在宅医療というのは、例えばもう病院に通うことができない、もしくはがんの終末期でもう最後は家に来て過ごしたい、そういった患者さんのお家に医師が訪問して、そこで医療やケアをする。で何かあったら24時間駆けつけて対応する、そんなような医療だったんです。で2010年1月ですね、文京区に在宅医療のクリニックを作って、そして始めた時は、さあこれで高齢者の孤独に対して何かできる、そういうふうに思ったわけです。ところが始めてみると、とてもそんな甘いもんじゃない。我々が訪問して、診断をして医療やケアをしてお薬を出したり、もしくはこういう食事がいいですよ、そういう話をするわけなんですけれども、ところが例えば認知症の方とかはきちんとお薬が飲めない、もしくはこういう食事がいいんですよ、いくら勧めても自分で作れないので結局食べられない。一番衝撃的だったのは、私が患者さんと会って、その時はニコニコして、だけど帰る時にものすごく寂しそうな顔して、全然その高齢者の孤立っていうものに関して一人の医師としては何もできてないんだな、そんなように思って、どうしたらいいだろうなと思ってた。でそんな時に一つの出会いがありました。それは宮城県石巻市。東日本大震災があった後、私は宮城県の石巻市に行って、そしてここにこそ在宅医療が必要な人がいると思ってクリニックをもう一個建てて、そこで在宅診療を始めたんです。在宅診療をしているだけではなくて被災者の支援もしました。そしたらある時に一緒に活動しているボランティアの人が、なんかだいぶ体の調子の悪いおじいちゃんがいるので見に行ってくれないかと言われて、私は行ったわけです。でその患者さんは安倍正吉さんという方で72歳の方でした。でその安倍正吉さんの家の周りは全て流されてしまって、で、正吉さんの家は2階は大丈夫だったのでそこに住んでいた。で私は行って、その人の診察をしようと思いましたら、いやもう生きててもしょうがない、他の人は死んでしまったのに自分が生き残って本当に申し訳ない、だから医者なんていらないんだと言って家にも入れてくれないわけです。で私は帰って、そして一緒に働いている活動している人たちに、正吉さんってどういう人なんだろう、聞いたわけです。そしたら、例えば家に風がピュー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 入ってすごい困ってた、もしくは
なんか眠れなくて辛い、夜中に亡くなった友達のことを思い出してる、泣いているとか、とにかく寒いんだ、あの家はもうカビだらけです、そんなような情報が入ってくるわけですね。でみんなで相談をして、じゃあ何ができるんだ、そして翌日には、男性のボランティアが行って、壁にすごい穴が開いてたのでそこを塞いであげたり、その次の日には、布団がカビだらけだったので新しく布団を持ってって、でまたカウンセラーのような人が定期的に訪問して、いろいろ話を聞く、そんなことをやってるうちにようやく何ヶ月か経って私も医者として入ることができたんです。震災前どんな薬飲んでたの、そして体を拝見させていただいて、じゃあこの薬を飲みましょう。で驚いたことに正吉さんはどんどん元気になっていったんです。である時何やってんのって聞いたら、なんか自転車をもらって、そして友達が被災をしているのでその人たちのところに行って様子を見に行ってあげてるんです。そんなようなことを言ってたんです。で私はここから多くのことを学びます。一つはその一人の高齢者の方がいらしたら、その人の情報をものすごくいろんな視点で取ってこないといけない。フォーカス的にその人の情報を取ってきて、そして何かできる、人たちが集まって、その情報を分析してそれぞれできることを提供していく、こういう仕組みが必要なんじゃないか。よくプロフェッショナルの人の問題点っていうのはですね、自分ができることで何とか対応しようと思うわけです。例えば眠れないっていう、ことがあったとしますね。やぶ医者だったらじゃあ睡眠薬出して終わり。だけど本当に問題なのは、例えば寒いから眠れないってことだってあるわけです。もしくはその亡くなった人のことを思って眠れない、もしくはそのカビが生えている布団だから眠れないとか、そういう複合的な状況がたくさんありますよね。そういうものを共有してみんなで考えていかないといけない。何がその人にふさわしいやり方なんだろう、これが一つ。もう一つ分かったのは、よく高齢者っていうのは何かしてあげなきゃいけないとか救ってあげなきゃいけないとか、そう思うじゃないですか。だけど正吉さんの場合で言えば、もちろんその家も大変な状態になって、体も弱ってしまう。だけど元気になったのは、実はその自分が誰かをそのところに行って見守ってあげる、もしくは人に頼りにされる、そういう経験もしくは環境ができて初めて正吉さんは元気になったわけです。じゃあこの学びをその日本が全体がこれから迎える超高齢社会においてどういうふうにしていったらいいのか、これまたすごく難しい問題です。でって悩んで考えた結果、これを見て思いついたことが、これスマートフォン、このコンセプトを社会に適用できないか。でどういうことかっていうと、これはスマートフォン、皆さん持って、ほとんどの人持ってると思うんですけども、でもこのスマートフォンにある僕のアプリと多分皆さんのアプリってかなりの部分違うと思うんですよね。でこれなんで違うかっていうと、それは僕が必要としているサービスと皆さんが必要としているサービスが違うからなんですね。でじゃあ高齢者の場合ってどういうことが言えるだろう。それは皆さん、例えば若い人たちは自分の思考でいろんなバリエーションってありますよ。だけど高齢者っていうことで考えると、実は体の様子でバリエーションがある。例えばある人は目が見にくいとか、ある人は耳が聞こえにくい、もしくは認知症の程度でもバリエーションがある。置かれた生活環境の中でもバリエーションがある。だからその人が置かれたバリエーションの中でいろんなサービスを提供しようと思ったら、たくさんのまずサービスを揃えなきゃいけない。つまりアプリをサービスに例えるんであれば、そのアプリをたくさん準備しなければいけないってことです。
じゃあたくさんあればそれでいいのかというと、それでも違うんです。その人に合ったサービスを選べるような場所がないといけない。それがいわゆる iPhone みたいなもの。つまりそこから自分が望むサービスを選べるような場所を作っていかない。今まで高齢者の対策っていうのは大体行政がやったりしてた。もしくは NPO とか、もしくは一部の企業がやろうと。だけどみんなバラバラにやってたから、一つのプラットフォームの上でやってるってことはほとんどなかったんです。じゃあそれで足りるのかっていうと、実はそれだけじゃ足りないんですね。なんでかっていうと、高齢者の人たちは自分が必要なサービスを理解できるかっていうと、理解できない人もいるわけです。だから誰かがあなたに必要なサービスはこれなんですよっていうのを教えてあげる、進めてあげないということで、高齢者っていうのはどんどんとその年を重ねていくと認知機能とか身体機能とか変わっていきますよね。だから必要なサービスも変わってくる。多くの情報が集まって、そしてそれを分析すれば次に必要となるサービスって予測できますよね。例えば皆さんがAmazon からメールが来て、次にこういう本が出ました、買いませんかみたいなのが来ることってあるじゃないですか。ああいう感じなわけですよ。つまり例えば歩行スピードが落ちてきた人がいたら、次は転倒する危険性が高いかもしれない。だったらこういう道具があった方がいいよねとか、こういうサービスがあったら転倒を予防することができるかもしれない。いろんな情報が集まってくると、次の近い未来を予測できる。したがって重症化することも防げるかもしれない。こんなようなことがいいわけです。でもう一つは、そのアプリ同士で情報共有って今なされてるじゃないですか。例えば Facebook と Google の間でいろんな情報が共有されているので、二重入力する必要がないと、そんなことってありますよね。でこちらのプラットフォームでもこの概念っていうのはすごい大事なんです。例えば軽い脳梗塞にかかって体が動きにくくなる、そういう情報が入ったら、次に来る食事は例えば食べやすいものに変わってるとか、もしくはリハビリのメニューが変わるとか、外に出ていくときにそのサポートする体制が変わるとか、そういった情報共有するとすぐにその人の変化に合わせてありとあらゆるサービスのネットワークが変わるってことができるかもしれない。もう一つは、このプラットフォーム、この中で新しいコミュニティが生まれるかもしれない。今の高齢者のコミュニティっていうのは基本的に支援なわけですね。地域に持ってくる。だけれども、例えば私はこういうサービスを使ってるとか、自分はこういうものが好きなんだ、その中で新しい、コミュニティが生まれるかもしれない。でもっと大事なのは、例えば私はこの時間だったら今までの経験とか知識とかスキルを使って他の人のためにも何かできるかもしれない、そういう情報がマッチングできれば、その互いに支え合う、つまり自分はサービスを受けるだけじゃなくてお互いに支えるようなコミュニティがもう一回想像できるかもしれないわけです。で最後に大事なのはインターフェース。つまりこういうシステムが、いいシステムが出来上がっても最後はやっぱり高齢者が使えなきゃいけない。それを誰がやるんだろう。例えばコンビニってありますよね。コンビニの店員さんとか、もしくは宅配で持ってきてくれる人、こういう人たちっていうのは地域でもう高齢者ともうコネクションができてるわけです。人間的な関係ができている。じゃあ例えばこういう人たちがサービスを届けるときに、今日はどうなんですか、もしくは今の気分はどうなんですか、そういうような簡単な、質問をするようなことってできますよ。で実際に我々はこれをプロジェクトとして返しています。もしくは皆さんのおじいちゃんとかおばあちゃんのお家に行くと大きなテレビって多分あって、もう大音響で聞いたり見たりしてるじゃないですか。でテレビっていうのは高齢者の人にとって実はすごく大きな存在ですよね。大体どの家にもある。そしてそれが社会への窓口の大きなものであるわけです。ですから例えばそのテレビに話しかけたらオペレーターみたいな人が出てきて必要なサービスを伝えたり、もしくは必要な情報をくれる、そんなようなこともできるわけですね。だから既存にあるものが新しいそのインターフェースに進化する、こういうこともできるわけです。で私はこういったことを考えると、
すごいワクワクするんですね。つまり今の IT の新しい技術、そして、iPhone に代表されるようなああいうコンセプト、そして昔はなかったようなコンビニみたいなこの社会の新しいインフラ、こういうものを組み合わせることによって高齢者がその必要なサービスをもらえて、そして誰かとつながって、そして生きがいを感じる、こんなような社会を作ることができるんですよね。で、私はそう考えると高齢社会ってなんとなく暗いようなイメージになるじゃないですか。だけど違うんです。ここはイノベーションを生み出せる場なんですね。で、自分はこのテーマに命を懸けて取り組んでいる。本当にこれはいいテーマだなと自分では思っています。で、最後に皆さんにお願いしたいのは、じゃあこれどうやって実現していくんだって考えた時には、やっぱりクラウドソーシングの考えなんです。つまりさまざまな人たちが自分たちの持っているリソースを集めて、そしてプロジェクトにして進めていく。このコンセプトを使えば、ここにいる皆さん全員がこの高齢社会に対してのソリューションを作る貢献ができるわけですね。だから今日から始めていただきたいのは、まず自分のおじいちゃんやおばあちゃん、もしくはお父さんやお母さん、もしくは近くにいるおじいちゃんおばあちゃん、その人たちによく見てですね、よくお話をして、何がこの人一番困ってるのか、もしくはなんでこの人は喜びを感じることができるんだろう、そういったものをよく見て知ってほしいんですよ。で、そして皆さん一人一人が持っている技術やスキルを使いながらアイデアを出してほしい。で、私はそういったアイデアと一緒に高齢者が幸せに生きることのできる高齢社会、こういったものを一緒に作っていきたいと思います。ありがとうございます。